ブの重さを感じたいんですよ。第一関節にクラブが乗ってる感覚を掴んでほしいんですね。これが悪い人はこうクラブ立ってる状態、同じ肘の下ろし方でも真下に下ろした時にクラブと肘が同じように動いてるの分かります？これが間違ってる。クラブを真下に下ろそうとするのでダフる。皆さんこんにちは、ひがです。萌えです。お願いします。はい、ということで今回はですね、正しく腕を下ろして飛距離アップについてやっていきたいなと思うんですが、何個か動画で、ダウンスイングでの右肘の下ろし方の説明してるんですよ。3本ぐらい出てますよね、めちゃくちゃ皆さん見てくれてると思うんですけど、それを見てやってくださってる方が実際にいるんですよ。で、実際のお客様でもこうやってるんだけど、間違った下ろし方してる人が何人かいらっしゃってて、そのせいで飛距離が飛んでない。ってことは右肘を真下に下ろすって言ってるじゃないですか。言ってる。その真下に下ろす動きがおかしいってことですか？おかしくはないんだけど、クラブの使い方を気にしてなさすぎる人がいるんですよ。その腕だけにとらわれすぎて。なのでもっともっと細かく下ろし方について今日は説明していくので、練習ドリルもお伝えしていきますので、また皆さん見てください。お願いします。お願いします。比嘉萌えの YouTube を見ている方限定で e スイングのインストラクターが1時間無料でレッスンさせていただきます。トラックマンでのマンツーマンレッスンなのでみっちりレッスンすることができます。応募方法は概要欄に貼ってあるホームページ、お電話からお待ちしております。ホームページからはご予約フォームにあるゴルフのお悩み、質問の欄に比嘉萌え無料レッスンとご記入ください。お電話の方は比嘉萌えの YouTube を見ている旨を伝えてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。待ってます。ということで早速説明していきたいと思います。使用クラブはドライバーでアイアンも一緒です。まずですね、ダウンスイングで右肘の下ろし方を下ろす前にそもそものアドレスだったりとか、トップまでの入り方が間違えちゃうとその動きがやりにくい場合があるので、まずアドレスからお伝えしていきたいんですけど、グリップの握り方、クラブを握る時に上から圧をかけてしまいすぎてる人がいらっしゃるんですね。どういう状態かと言いますと、自分でチェックしてみてほしいんですけど、両肘の向きを見てほしくて、肘の向きが外向いてる人っていうのは、基本的にグリップを上からこう握って上から圧をかけすぎてるので、そもそもグリッププレッシャーが強くなりやすくなってしまうので、基本は肘の向きは自分に向きます。両肘とも、この状態で下からこう支えてる感覚で握ってほしいんですけど、下から支えてるからといって手のひらが全部こう上向いた状態で握っていいわけではないので、左手は小指、薬指、中指の3本で引っ掛けて、ある程度こう自分のこのグリップのペタペタが自分の真上から確認できるぐらいはかぶせます。なんだけど肘は自分の方で、右肘も一緒、自分の方向いて、右手は薬指と中指のね2本で引っ掛けて、右手はねそこまで上からギュッてこう覆いかぶせるよりかは、そのまんま添えるぐらいの感覚で問題ないかなと思いますので、肘の向きをまず1個注意してください。次はアドレスのグリップ確認できたらトップまでの入り方なんですけど、まずアドレス構えた時に前傾するじゃないですか。前傾した時のここ骨盤から耳にかけて前傾角度があるんですけど、この前傾のラインに対して肩のラインが垂直に回ってきてほしいんですね。これが悪い人っていうのは、この自分の前傾に対して肩のラインがこう起き上がってしまう。でトップの位置で肩が地面と平行に近い状態に入っている人っていうのは、そもそも起き上がってしまっているので、腕を真下に動かすっていう動きがやりにくい状態ですので、自分の前傾に対して肩のラインを垂直にこう回してくるので、トップポジションで左肩の方が右肩よりも下がってるはず。この動きをちゃんと自分で鏡でチェックするとかして見てほしい。次トップポジションができたらダウン、ここがポイントになってくると思うんですけど、まずですね、グリッププレッシャーっていうのはアドレスからダウンに入るまでは基本的には入れないでほしい。なんでかと言いますと、クラブの重さを感じたいんですよ。
クラブの重さが感じられないと基本的にはアウトサイドインになりやすい、こうグリップがギュッて入ってるとクラブっていうのはこうボールに向かって動こうとしてしまうので、アウトサイドインでスライスだったり引っ掛けっていうのが出やすくなってしまうので、アドレスでまず力抜けたら、ほぼほぼグリッププレッシャー1割で握ってトップまでも1割、でこの時にちゃんと右手の人差し指の第一関節にクラブが乗ってる感覚を掴んでほしいんですね。これが悪い人はクラブ立ってる状態、自分でクラブをこう握ってるんですよ、なので手離したらこうクラブが落ちちゃう感じになっちゃうので、手を離したとしてもクラブが落ちないっていうのがポイント。両手離して、両手外しちゃっていいですね。これが両手外した時にポンってこうやって落ちちゃうのは基本的にはトップポジションでクラブが立ちすぎてるので、そうするともうアウトサイドインになるので、肘を真下に下ろしたとてもう飛ばないんですね。なのでちゃんとトップポジションでは手離してもクラブが真下に落ちないようなトップを作ってあげるように、ここから間違った真下の下ろし方っていうのは、もうトップで間違っちゃったらこのクラブ自体のね動きを見てほしいんですけど、同じ肘の下ろし方でも真下に下ろした時にクラブと肘が同じように動いてるの分かります？これが間違ってる。これも多いですね、お客さんで。そうクラブを真下に下ろそうとするのでダフル、真下には降りてるのに軌道がもうぐちゃぐちゃみたいな、でダフるし、ダフるの嫌がって体回転させて結局アウトサイドイン、これだったら降りてるのに飛ばないっていう現象になっちゃうので、さっき言ったようにクラブ自体を右手に乗せた状態で、ここから真下に入ってくるからインサイドからクラブが入ってきて、体を回すことによってインサイドから触れてボールが捕まって飛んでくるよっていう感じで、なんか結構トップの位置が結構重要だったり重要ですね。この動きを習得するドリルを説明します。ドリルは右手1本で最初はやります。ステップ1。何ステップあるんですか？2ステップ。2ステップいきます。まずステップ1は右手だけ。ちょっとクラブ重たいと思うのでグリップの真ん中ぐらいを持ちます。でこの時もちゃんと肘の向きがちゃんと自分の方向いてるようにグリップします。グリップするのは薬指と中指のこの2本だけ。あとの3本は握らないのでグリップから浮かせておきます。でこの状態でトップまで入ります。トップ入った時にもう完全に右手の人差し指の第一関節のところにクラブが乗せとかないと結構しんどい。これ持つ方が楽っちゃ楽なんですけど、重さは全く感じられてないのでこれでは練習ドリルにならないので、ちゃんと乗せきるようにしてあげます。でこの重さを感じた瞬間が切り返しのタイミングになるので、切り返しのタイミングの練習にもなりやすいかなと思います。トップ入って重さ感じたらダウンスイングに入ってくると、グリップよりもヘッドの方がクラブって重いように作られてるので、ヘッド重たいのがこう下から回ってくるこの重力にそのままクラブが仕事してくれるような動きになってくるので、まずはクラブの重さだったりこの重力に逆らわないように素振りをいっぱいしましょう。右手でここからなんとなくこう後方カメラから見るとクラブがねぐるっとこう一回落ちるの見えると思うんですよ。わかる？そう、この感覚をねみんなに掴んでほしい。悪い時っていうのはこういう振り方、めっちゃここが痛い、しんどい、腕が疲れちゃうのはこの重力に逆らいすぎてクラブがねこうやってくるとめちゃくちゃ腕疲れる素振りになっちゃうので、重力に逆らわずに触れるとめちゃくちゃ楽に右手だけでもこう触れてくるはずなので、やってみてほしいです。これができるようになったら基本的に右手1本では打たなくていいので、ステップ2は両手いつも通りのグリップにしますが、これも大事なのは右手の2本、で左手はこの3本ね、5本で計握って、肘の向き確認して、最初はね分かんない人は右手はもう
3本外しててもいいぐらいだと思います。左手ちゃんと握れてれば右手のこの3本はいらないので、ここ引っ掛けたまんまさっきのこの重さ、ヘッドの重さを右手の第一関節で感じたら切り返すタイミングを振って覚えていくと、どんどんインサイドアウトっていう感覚がつかめてくると思うので、やってみるといいかなと思うんですが、両手ができるようになったらとにかく素振りいっぱいしてほしい。打つ時は力が減るんでね、みんな。なんでなるべく素振りでこの脱力感だったりっていうのを感じられるようになったら、ボールを実際に打ってみていいかなと思うので打ってみます。ボール打つ時前だいたい5割ぐらいで打ってみてもらえるといいかなと思います。最初からマックスで振らないように。こういう捕まったボールが最初出始めるかなと思います。捕まったボールか、もしくはプッシュアウトが出始めるかなと思うんですけど、よくないのは球筋見た時にね、スライス系左に出て右に戻ってくるボールはダメ、そして左にまっすぐビョンっていってしまうのもこの練習ができてない。プッシュはいいんですか？プッシュはまだいいです。プッシュはインサイドからこう右からヘッドの重さ感じてきた時にわりかし出やすいミスではあるかなと思うんで、それは小屈だったりとかでまた変えてこれるので、フェースの向き次第なので、プッシュアウトは腕を真下に下ろすっていう練習では別に OK かなと思います。なのでこういう捕まったボールっていうのが打てになったら成功かなと思いますので、萌えにやってみてもらいます。お願いします。ということで、じゃあ実際に萌えにやってみてもらおうかなと思いますので、お願いします。まず素振りから。素振り右手です。そうだね。萌えは普段重さは感じてる？クラブヘッドとか感じてない。感じない。アウトサイドいいんだもんね。肘の抜き、そう注意して。もうちょい短く持った方がやりやすいと思う。やばいでしょ。めっちゃグラグラするよね。重たいんです。上がんないかも。上がる大丈夫大丈夫。で90。そう、自分の前傾に対して肩を垂直に回してくる。そうでもね、これでもう感じてる状態だと思うんですよ。そこからあと切り返すだけ。そう合ってる合ってる。なってるんですか？合ってる。この私も横から見てるけど、クラブがちゃんとあっち側に倒れてるのは見えるので、クラブの使い方自体は合ってますよ。すごいクラブがヘッドが重いです。そうだね。ヘッドの重さをやっと感じられてる状態。普段って多分何も感じてないから、ヘッドの重さがない状態で振ってるので。こうやってプロの方もこう両手で握ってても、こんぐらいの重さ感じてるんですか？その片手よりはもちろん感じないですけど、乗ってる感覚はある。で両手で、できてる。人差し指の第一関節に感じられてれば OK。でもスイングはね大きくなるね、スイングアークが。スイングプレーがやすさは出ますね。打ちますか？できるのかっていう。初球なんです。うまくは打てないと思いますが、やってみましょう。低い球ってた今ね。1球目なんで。低いね。でもこれダメですよね。これダメ。でも低いからロフトがバグってると思うんで、こうやって萌えみたいに低いボールが出てくる人っていうのは、この前傾角に対して肩のラインがねちゃんと90度に回ってない場合もあるので、それ多分忘れてるんだよね。みんなこうクラブの重さ感じるのに必死で、肩まで引っ張られすぎ、肩が重さに対してちゃんと前傾角に対して垂直、ヘッドの重さにこう体が持ってかれないように、そういうことか。気をつけてください。ボール上がった。アウトサイドインです。ということで、萌えはねまだまだ素振りがね3回4回ぐらいしかやってないんで、本当に右手に重さを感じてるのかっていうところだと思うんですよ。なんか、私トップ上げるときに、こっちに乗っちゃうんですよ。左手の親指。左手の親指は別に悪いところではないしね、乗るのは。けどこっちよりもこっちに乗っちゃうんですよ。そういうことね。でも左手の親指に全く
乗らないかって言われたらそういうわけでもないし、コック最後入ったら私も左手の親指に入るんだけど、もうちょっと右手のこの第一関節でね、人差し指のところに感じられるようになった時にインサイドから来ると思う。練習してください。お願いします。はい。ということで、じゃあ私が、ビフォーとアフターを打っていきますので、お願いします。お願いします。はい。じゃあビフォー打ちますが、ビフォーは肘のラインが外向いてる、トップで起き上がる、クラブがこう立って降りる、をやります。こんな感じかな。スライス。スライス。じゃあ次はアフターをいきます。グリップも気をつけて、肩のライン気をつけて重さを感じる。おー。ということで、じゃあ早速ビフォーアフターのデータと映像を比べていきたいと思うんですが、右がビフォー、左がアフターの時、まずスイングからちょっと見比べていきましょう。スタートします。ピーッと上げてきて、この辺で一回止めてもらってもいいですか。ビフォーの場合っていうのはわざとクラブを立てるように動かしてますので、クラブの重さを今ゼロにしてる状態です。右は、シャフトのこの傾き見たら分かると思うんですけど、この違いと、前傾角っていうのも右の映像の方が起き上がってるように見えるかなと思います。で次ビューッと流れでいっちゃっていいかなと。トップ入ってダウン入った時も、この時も右の映像っていうのは基本的にやっぱアウトサイドインが強い、左の映像っていうのはちゃんとクラブの重さを感じてる状態なので、インサイドから降りやすくなってくるので、トップからここから降りて、ここのシャフトの位置見たら分かると思うんですけど、右の映像は首元のラインぐらいからこうシャフトが降りてくるんですよ。なんだけど左の映像って右肩よりも下のラインからクラブが降りてきてるので、ちゃんと重さ感じられると、あそこまでこう下からクラブが入るようになってくるんじゃないかなと思いますので、スイングのチェックまずしてみてください。データで言いますと、ビフォーがキャリーが 172.1 ヤード、アフターが 213.6 ヤード、41.5 ヤードアップ、でトータルでいうと、ビフォーが 193.3 ヤードのトータルがアフターだと 241.2 ヤード、で 47.9 ヤードアップ、でインサイドから降りてくるのでヘッドスピードも上がりやすい。ビフォーだと 36.2、 アフターだと 39.4 の 3.2 アップということで、ヘッドスピードも走りやすくなる、でトラックマンだと最後気にしてほしいのがクラブパスっていうところなんですけど、トラックマンだとマイナスの数値が入ってる時っていうのはアウトサイドイン、でビフォーだとマイナス 4.9 なので、アウトサイドインから入ってますよっていうデータ。アフターだとクラブパス 0.3 プラスの数値に入ってるので、基本的にはインサイドから入ってきてますよっていう状態なので、トラックマンでこうデータ見ながらでもいいし、自分の映像を撮ってチェックするでもいいかなと思いますので、皆さんやってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。E スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また E スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと、定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。